はい、今日はグループ展の紹介をさせてください。僕が主に携わっているグループ展なので、その中身についてお話しします。リフレッシュサイエンスグループというグループ展で、タイトルがメディアアートは潰すというタイトルになっています。こちらの4名でやっています。で普段ここはですね、このメンバーの一人の加藤昭弘さんがアトリエとしても使っているところなんですが、展示をやるということでここを展示空間にしています。普通はここが入り口になっているんですけど、実は今回はですね、側面から入るという形になっているので、中に横から入っていきましょう。来場者はここでチャイムを押してください。今は撮影用なのでチャイムを押さずに入っていきます。ですね。はい。一旦ここで靴を脱いで、出口は先ほどのところになるので、また後で靴を持っていきましょう。ですが、展示はここからスタートしています。まずですね、ここに展示の DM、ご自由にから必ずお取りくださいってなってるんですが、今回展示用に作った DM がいっぱいあるので、来場者の皆さんぜひというか必ずこれ取ってください。展示の構造的にすごい重要なものになっています。そしてですね、こちらが、いわゆるその大学の研究発表で使うポスターセッションですね。それのもどき、今回の展示用に作っているので、本当にそのポスターセッションで使ったものではないんですが、それを模したものです。ただ内容は本当に僕の博士論文になっていて、内容をざっくり言うと、引用関係を自立分散的に作ると。でそのための報酬の設計をどういうふうにやればいいのかなというような内容について書いてあります。つまりそのコンテンツの引用みたいなものがどんどん伸びていくときに、何か管理する人がいなくても、これが正しい引用関係だね、間違ってる引用関係だねっていうのをみんなでどう決めればいいのかなという話を主に扱っています。で今回はですね、この展示のいわばこれが種になっていて、でこれをインプットにして、この会場の左と右で全くタイプの違う展示を作りましたよというのがこの構造になっています。ではまずはですね、左側の方から見ていきましょう。はい。このちょっと入っちゃダメそうなとこなんですが、ここも展示空間になってます。で、イメージとしては僕が大学にずっと残って、でそこで、メディアアート的な研究を続けていった場合、あのインプットを展示として作ったらこうなるんじゃないかなというような内容になっています。結構ディスプレイが並んでいるんですけれども、ここに、まずメディアアートは続くと、ちょっとそのメインのタイトルメディアアートは潰すと違う内容になっているんですが、その画像ですね、その説明文というものが載っていて、実際には2つの作品が展示されてます。はい。一つがこちらですね。でこれ先ほどのポスターセッションにあったように、論文やウェブページとかコンテンツの引用関係を作っていこうよというのがテーマなので、それを少し視覚的に見せてみようという作品です。本当にこのコードでプログラムで作られているので、この引用関係がどんどん成長していって、2種類のものが上と下でつながっていくよという形の動画なんですが、この点がどこに置かれるかとか、色がどうなるかとか、そういったものはランダムに決まるようになっています。で2分で、ループしてもう一回繰り返されるというのが続くという感じの動画です。で
もう一つがですね、この正面の側にある作品なんですが、これはポスターセッションのところに書いてあった報酬の仕組みですね。じゃあみんなで決めるって言った時に、その決めるのに参加する人っていうのが、例えば報酬もらえるんだったらめっちゃ嘘をついて、もう適当にアクセプトすべきですって連続で自動で返信をするとか、そういうことがあり得るので、それを防ぐためにゲーム理論をちょっと拡張したようなモデルが、採用されているんですが、そのモデルというのを実際に体験してもらおうという作品になってます。ざっくり言うとですね、3人じゃないですね、来た人が3つの質問に答えて、でその質問の、回答の内容っていうのが過去の人が答えた内容と比較して、で報酬が決まっていくという内容です。で質問は3つ作りました。この作品は科学だと思いますか？イエスにしてみましょう。で次、この作品は芸術だと思いますか？イエスにしておきましょう。で科学と芸術の間に境界は存在すると思いますか？例えばノーとしておきましょう。でそうすると、報酬がここで決定されます。0、50、100の2パターンになってるんですけれども、これがですね、このピア予測法という今回採用したメカニズムを使って、この報酬が計算されているよという形です。実際に過去の人たちがどういう回答をしたかっていう集計結果もここには出てるんですが、実際この集計結果というよりも、それをもとにどうやって報酬が計算されたかというところの方が大事なものですね。なのでちょっとここは色は目立たないようにして、こっちの計算式の方を目立たせているというような形になっています。大体そうですね。しばらく時間が経つとまた最初の入力画面に戻るので、来場者の方はぜひですね、これ試していただいて、実際にそのセッションが変わるまでの間にこの計算の中身というものをご覧いただければなというふうに思います。はい、であとおまけみたいなところですけど、これが研究室のアイドルですよというような形でこのラボットを置いてあります。これは一緒に展示を作ってくださった加藤さんが持っているものなんですが、本当はね。で、加藤さん自身もこのラボットの開発には携わられていたようで、それもあってですね、今回は架空の研究室というか、自分がずっと大学に残ってアート&サイエンスみたいな研究室をやってたら、こうやって研究室の中でラボットがいるかもなとか、そういったことを考えて、お借りして置かせていただいています。はい、で会場が左右に分かれているので、今度右の方に行ってみましょう。でこの右左に分かれるポイントのところにこちらが貼ってあるんですが、これが実は最初に取ってくださいといった DM になってるんですね。この DM、ここには僕のざっくりした経歴が書かれているんですが、よく見るとですね、剥がすと作者の立場が完全に分離して復元不可能になりますと書いてあるんですが、これ圧着はがきになっていて、いわゆるベリーって剥がせるやつですね。剥がしてみるとこれが出てきます。なので要するに僕がこっち側左側にも右側にもどっちにも多分なりそうな感じの絶妙な経歴なんですが、そこをですねもうはっきり分離して、今回は展示をするぞというような意図も込めてこういった DM をデザインしました。で左側はこの中に入った時にディスプレイで表示している内容がそのままありますが、右側ですね、またちょっとやっとここでメディアアートは潰すっていうタイトルになっているんですが、ウィリアム・ブレイクという人が描いたこのニュートンという絵が描かれています。これが右側の方の展示でも結構重要なパーツになっているという感じです。じゃあ実際展示の場所を見てみましょう。はい、こういうふうにですね、
こちらの空間というのはここに、バスという作品があって、この床と上にシールで作った作品が2つ飾られています。でざっくり言ってしまうとですね、ここの、正面に投影しているものというのは実際にも使われるウェブサービスを作るというアプローチになっているんですね。先ほどの右側の方の空間というのはもうそのさっきの引用関係を作って報酬の仕組みをとかっていうのを論文のポスターセッションで書いてあるようなものをそのままこう見せて、でこう技術をそういう視覚的に分かりやすく示してみようとか、報酬の仕組み体験してもらおうとか、そういう形で使っているんですが、こっちの方はもうテクノロジーというのは本当に素直に使われるウェブサービスという形でもう作ろうという、イメージで作ってます。なので、もうその引用関係がどうとか報酬の仕組みっていうのは見えなくなっちゃってるんですね。ただ、本当にこのポスターセッションに書いてある内容っていうのをそのまま使われるウェブサービスにしたらこういう感じになるんじゃないかなというイメージで作ってます。どういうものかというと、これ誰でもですね URL をここに投稿することができるんですね。で投稿するときにすでにこの仕組みに登録されている URL の中から複数個選択して、これが引用していると思いますという宣言をして投稿すると。でそうするとあちらのポスターセッションにあるような形で査読する人が選ばれてチェックして報酬がもらえてみたいな、そういった形を想定しています。まだですねそういうそのレビューとかっていうところまではできてないんですけれども、実際にこのポストして投稿してその引用関係を見てみるというような構造までは作り込んでいます。この真ん中の部分が URL ですね。今例えばこの展示自体の URL 貼ってますけど、でそれがこれを引用してますっていう宣言をしていて、でその内容がこのサイティングという方です。でこのサイティングのコンテンツがさらに引用しているものがあれば、このサイティングアンセスターズの方に、なので自分と親とおじいちゃん、自分と子供と孫というような形でこう縦に引用関係が見えるようになっています。で今回はですね展示の、もう一つの重要なテーマとして、この芸術と科学、アートとサイエンスの境目ってあるのかなないのかなと、もうちょっといろいろ一緒になんかできるんじゃないのかなというようなものもテーマになっているので、一番最初のコンテンツがこのアートとサイエンスという2つになってます。今このウェブ、ウィキペディアのリンクが貼ってあるのでちょっと重いかな、アートとサイエンスと。なのでこれを一番初期の状態として皆さんがこう URL を投稿した時にアートサイエンスどちらでもいいしどちらかでもいいんですが、それをこう指し示しているよという宣言をしてこの引用関係がどんどんこう伸びていくというようなことを想定してます。その結果ですね、このアートサイエンスみたいなものが本当にこう引用関係が成長していくにつれて一緒になるかもしれないし、こうパカッと分かれてしまうかもしれないしっていうのはまだ分からないんですが、ただ少なくともこの過去のものを引用して新しいものを生み出すっていう行為はアートもサイエンスも一緒だと思うので、そういうですね今回はこの引用というものをテーマにしてアートとサイエンスの境目をなくしてみたり、本当にあるのかどうか探ってみたりというようなことを挑戦してみたよというのがもう一つこの展示のポイントになっています。はい、でですね、このシールですよね。床と、天井に2つシールが貼ってあるんですが、これが先ほどのこの DM の右側にあったウィリアム・ブレイクという人が描いたニュートンという作品が元ネタになってます。でこれニュートンっていう絵は当時すごくその産業革命なんかもあってサイエンスとかエンジニアリングがこうグイグイ来てる時代に反動としていやアートの方が大事だろうとサイエンス批判でウィリアム・ブレイクという人が描いたらしいんですね。なのでこれ
ここに写っているのがニュートン、ムキムキの人がニュートンなんですけど、海の底にいて、でずっとこの測量をしていると。でこの測量をずっとしているせいでずっとそれやってて視野が狭くなっちゃって、でその結果この体が岩と一体化しつつあるみたいな、そういう作品なんですよね。なのでサイエンスってダメだろうと、もっと人間の想像力とか芸術とかそういうものの方が大事だろうっていうことが言いたかったそうなんですが、それをモチーフに、これはですね、上から見たニュートンの図という形で大きなシールの作品作りました。でこのニュートンって巨人の肩の上に立つっていう言葉も残しているので、こうやってですね、実際上に立っていただいて、でこの肩の上に立って、ここでですねこの引用関係をこう作っていくと。でそれを通じて、アートとサイエンスの間をつないでいこうじゃないかというような、イメージで作品を作りました。でこれだとあくまでニュートンっていうのはサイエンスの象徴というか、権化みたいな形で作っているので、対応するものとしてこの上にアートを象徴するシールというのも書きました。でこのニュートンの方が海の底でずっとこう測量をしてて、で体と岩が合体しつつあるという形だったので、こちらは反対にですねこの海のこう上からこうボチャーンって落っこってて、で落っこっていて、であとはその体がもうちょっと透明になって消えかかってるみたいな、そういう絵にしたんですね。でお互いがこうサイエンス素晴らしいでこうアート素晴らしいってなってるので、もうお互い見合ってないわけですね。背中が向き合っちゃってて、もうお互いがお互い今向き合ってないんですが、そこでこう間に立ってこう引用関係でこう作っていこうじゃないかというようなイメージでこのような配置にしています。このようにですね、この展示の空間っていうのは、こちら側っていうのはもうそのある意味なんていうのかな、技術テクノロジーはウェブサービスのような使われる形で本当にこう使いつつ、それが持つ芸術的な意味っていうのをこういったシールの作品なんかを通じてこう解釈するというか、その別の作品を置くことでアート性みたいなものを引き出そうというようなイメージで作りました。はい、で、会場の出口がこちらになっているので、ちょっと今靴をまた持ってきますね。で、この膠着のシール、これ僕前回の個展でも同じようにですね、会場の出口にこういったシールを作っておいたんですが、また新しく今回の展示用に作り直しました。でこれは一貫しているテーマなんですけど、その制度を設計するとかで、それ自体を同時代性のある芸術だというふうに世の中に認めさせたいっていう思いが僕はずっとあるんですけど、その一方で今外のこう世の中っていうのがすごくその膠着してはまって抜け出せないみたいな状態になっていると捉えてるんですね。なので、外は膠着状態で危険なんだけれども、その使われる仕組みとか制度とかを作って設計して、そこの膠着から抜け出すぞっていう気持ちをずっと持ち続けてほしい、諦めないでほしいというのを、もちろん来場者の方にもなんですけど、自分自身に対しても言い聞かせているというような意図でここにシールを貼っています。はい、では出ていきましょう。はい、いかがだったでしょうか。これがですね、今回の展示の大まかな概要になります。でここまでですねちょっとぼんやりとぼやかして言ってたんですけど、じゃあその2つ、この伊藤健介という人間がパカッと割れて、どっちにお前は行くんだというところも気になるところだと思うんですが、展示のこの構成として窓からこう入り口で入って、で出口がこっち側になっているというところから、察していただければいいなとは思います。ちょっとあまりそこは明言しないですけど、察してほしいなと思いますし、この動画を見ている人はですね、もし将来僕がなんかその
普通に大学にずっと残ってアートの展示とかを延々やってたら、こいつ何やってんだよというふうにボコボコに叩いていただければ嬉しいです。というわけでですね、残りあと会期が1週間ありますので、ぜひ予約制なんですが、ご来場いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。